おはようございます。俊也です。今日の FD レストアは塗装前の最終調整です。サフェーサーを研いで歪み抜いて綺麗な面を出したりとか、パネルの合わせ目、チリ調整したりとか、あともう一回パテつけなきゃいけないところもあったりするんですよね。サフェーサー入れたらちょっと歪みが気になっちゃって、ここもう一回パテ入れてサフェーサー入れ直しかな。そういうところもね、何箇所かあったりします。今日の作業はものすごく地味な作業が多いんですけど、塗装前のとっても大事な作業です。今日の作業で車の仕上がりが決まると言っても過言ではない。そう、塗装するともう何も修正できなくなっちゃいますからね。あ、へこんでるって気づいても、直すためにはパテつけてもう一回色塗り直さなきゃいけないから、塗装する前にきっちりと車を仕上げたいと思います。そしてリアルタイムな作業、今フロントバンパー部品待ちです。まだエアロが届かないです。なので前側まだ作業進められないんですよね。だから後ろ側から作業進めていきたいと思います。とりあえずチリ合わせからバックドアストライカーつけて合わせます。あ、ちょっと待ってよ。これ閉めちゃったら開けれる？あ、大丈夫だ。いける。ちょっとめんどくさいけどいけるいける。あ、まだまだ上だな。ちょっと待って、これ開けるの大変だぞ。よいしょ。バックドアは悪くなさそうだね。 OK、 バックドア OK。 怪しいとこ発見。ここやり直しかな。お、ぴったり。いい感じ。フューエルリット OK。 それじゃあもう一回パテつけるとこつけていきます。乾くの待たなきゃいけないからね。先にパテやっちゃう。で、ここルーフからここの部分、ちょうどここにね、純正のなんていうのかな、パネルのつなぎ目みたいなのがあるんですよ。ロー付けされてる部分が。そこがね、ちょっとこう引けた感じというか、まあ純正でこういうもんなんだと思うんですけど、両サイド同じ形だから。でも若干ね、気になるんですよ。だからここパテ入れます。歪み抜くために。今しかできない作業だからやっておく。多分分かんないと思う、普通の人は。密着が良くなるようにペーパーだけ当てときます。だし、そしてパテは180番
薄漬け用のパテです。厚盛りはできないんですけど、歪み抜く作業だからこっちの方が作業性がいいです。これで 0.3。 OK。ここのラインだな。よいしょ。反対側も同じような感じだったんで、こっちもパテつけます。あとスポイラーのこの台座、ちょっとここも歪み出てたからパテつけときます。ほんとこんなの気づかないと思うんですけどね。やってる人しか多分分かんない。でも乗るのがうちのかみさんなんで、意外とうちのかみさん気づくんですよ。こういうのなんかちょっとここおかしくないってバレちゃうから、しっかりやっておかないと。パテ盛りはこんな感じ。パテ持ってる最中にバッテリーが切れてしまいました。こっちの方もこんな風に持ってある。こっちは問題なかったかな。意外とね、形良くなかった。下地の作り方が良くなかったですね。リアフェンダーはこんな風な感じで、パテ乾かしてる間に次の作業を進めていきましょう。そしたら次、スポイラー、これも試しにちょっと研いでみます。多分これは面出てると思うんだけど、ちょっと不安だから、もしかしたらパテつけなきゃいけないかもしれないから、ドライガイドコート、これ塗っておきます。こうやって塗っておけばこうやって黒くなるんで、ペーパーで研いだ時に研げてるかどうかが分かりやすいと。今まで缶スプレーでやってたんですけど、缶スプレーよりちゃんとしたやつの方が面が見やすいかなと思って今回初導入です。使っていくペーパーは400番です。これで面が出てればそのままペーパー目細かくして塗装ができるし、ダメだったらもう一回パテ入れなきゃダメだし。さあどうだ。悪くはないんじゃないかな。ちょっと引けてるところあるけど、多分サフェーサー研ぎ込めば出るような気がする。こんな感じ。この辺がちょっと引けてますよね。ちゃんと研げた。歪み抜けた。大丈夫だと思います。このまま全部研いでいきます。よし、いいんじゃないですか。ツルツルな面になりました。 OK。 仕上げはダブルアクションに600番のペーパーをつけて研いだ傷を細かくしていきます。この時注意するのは、サフェーサーの肌を残さないようにしっかりと研ぎ込むこと。肌が残ってると塗装した時にモコモコモコって変な感じになってしまいます。エッジの部分とかは下が出やすいので、機械は使わずに手作業でしっかりと研いでおきます。最後に削った粉を濡れたタオルで拭き取ってツルツルに仕上げれば完成です。よし、研ぎ終了。綺麗なツルツルな肌になりました。サフェーサーのモコモコした感じは一切なくなりました。で、今濡れてるから蛍光灯の反射がね見えやすいんですけど、蛍光灯がうねうねってすることもなく、ビシッと一直線な綺麗な面ができました。ここまで綺麗な面が出てれば塗装は綺麗にできるんじゃないかな。よし、とりあえずこのスポイラーはパテ入れる必要もないし、サフェーサー入れ直す必要もない完璧な状態になったので、あと脱脂すれば塗れる状態ですね。
まあ今塗るわけじゃないんで、これはしばらく放置になるんですけど、こんな風に一つずつきっちり面を整えていきます。パテが乾いたんで、ここ研いで形作っていきます。一応ガイドコート塗っとく。あとは屋根全体的に研いでみて、へこんでるところがないかとか、パテつけなきゃいけないところがないかとか、そういうの細かくチェックしていきます。これはカメラで映るのかな。ちょっとここ黒っぽくガイドコート残ってるの分かりますか？手で撫でるとね、若干エクボな感じで波打ってる。いや、分かんないといえば分かんないような気もするけど、確かここね、なんかちょっと叩いたとかって言ってたと思う。あとこっちの方もちょっとへこんでたから板金しましたって屋根の塗装を剥がした時にやった気がするんだよな。それがね、きっちり出し切れてなかったっぽい。裏からグッとやったら出てこないかな。電取り手よ。良くなったかもしれない。艶を出してみればわかる。治った。やった。さっき黒く残ってた場所、ここですね。溶けちゃったからもう何も残ってない状態になっちゃったんですけど、まあ、溶けたということはそれなりに真っ平らな面になったと。で、蛍光灯で透かしてみても、ほら、蛍光灯がうねっとしないね。大丈夫ですね。よかった。パテつけなくていけます、これ。他の場所も同じように、もうちょっと手直ししてから研いでいきます。はい、ということで屋根の研ぎ終了。綺麗な面が出ました。ここのエクボはちゃんと落とせた。ツルッツルになった。ただ運転席側、こっちも歪みあったのね。全然気づいてなかった。で、ここ裏骨入ってて、ここアクセスできなかったんで、もう押し出すのは諦めてパテつけちゃいました。こんな感じ。まあパテのついてる量からしてほんとうっすらな感じなのはわかると思うんですけど、ここは、ピラーのところのサフェーサー入れるときと一緒にサフェーサーもう一回入れ直しします。これでちゃんとした面が出ると思う。それ以外の部分はダブルアクションで目消しまでやってツルッツル状態です。そしたら続いてサイドステップ、これ邪魔なんで一回撤収しちゃいます。よいしょ。フロントドアストライカーつけます。ネジの頭まで青く塗られちゃってる。これも塗装落とさなきゃいけないんだよな。まあボディ組み付ける時だな。
とりあえず今はこのまま。よし。やっぱりリアフェンダーとドアをもう一回作り直さなきゃダメだな。ここのライン別々で板金やったから、リアフェンダーの板金やった時はこっちのドアまだ何も手つかず状態で合わせてるんですよね。塗装を剥ぐ前の状態だった。でその後ドア板金したんですけど、ドア塗装剥がしてみたらこの辺パテ入っててね、またいろいろやり直したから微妙に段差が合ってない。こっちはリアフェンダーが低くて、この辺はドアの方が低いのかな。なんかちょっとこう高さがねちぐはぐになっちゃってるから、もう一回ここ作り直してサフェーサー入れるようですね。段差の差はこのぐらい、ほんとちょびっと。でも手で触ると分かる。1ミリないですね。 0.5 ミリとかほんとそんなもんで、他にもこっち側、ここもそうかな。ちょっとここね引けてるというか痩せてるというか気持ち低いから、ここももしかしたら研ぎで出なくてもう一回パテ入れるかな。そういう場所がね何箇所かあるので、リアフェンダー全体的に研いで形を作っていきたいと思います。とりあえず後ろから順番にやっていきます。そういえばここあれだ、ホースぶつけたんだ。これもちょっと研がなきゃいけないんだね。リアフェンダーは全体的にサフェーサー入れ直しになりそうな気がするから、240番で手っ取り早く形作っていきます。ほら全然なんかこううねうねしてる。研げばわかるね、やっぱね。ひどいこれですよ、これ。こんな感じ。ホース引っ掛けてサフェーサーをちょっと厚塗りした部分。フューエルリットの収まりは悪くなさそうですね。隙間加減もいいし、これ研ぐ時にねここの段差でペーパーが引っかかっちゃって研ぎにくいんで、ちょっとリット外します。せっかくつけたけど、チリが合ってるのが確認できたんで。よいしょ。リアフェンダー研ぎ終わったんですけど、ダメでした。とりあえず一つフューエルリットのところにエクボっぽいへこみが1個残ってた。あとここタイヤのところがね、なんか全体的にまだちょっと低い感じがする。こんな感じで研ぎ残しが、ガンガン研ぎ込めばこれ多分消えるんですけど、なんか全体的に低い感じがするから、ここもパテ入れます。
そしてドアとリアフェンダーのところのこの隙間加減というか段差加減、ここリアフェンダーが低くて、ここも低くて、でここはドアの方がパテが引けたような感じで、ちょっとここへこみまでいかないけど、まあ歪んでるんで、ここも一発パテ入れときます。ダメだね。やっぱこの FD の板金難しいわ。サフェーサー入れる前は割といい感じに出たと思ったんだけどな、思ってた以上に形が良くなかったです。パテがちゃんとつくように傷を入れ直して、それじゃあパテを乾かしてる間に次はバックドア研いでいきます。バックドアは割と良さそうなんだよな。このフェンダーとの段差加減とかも悪くないし、問題はこの補修した部分、溶接して穴埋めしたところがちょっと歪んでるから、ここがうまく出ればそれ以外は簡単に終わりそう。大丈夫。あ、ここがちょっと怪しいな。これウイングで隠れないかな。あー、やっぱ隠れないか。まあそうだよな、ここにワイパーの穴があったんだもんな、ちゃんとやらなきゃダメだ。お、良さそうな感じかな。あ、いけるな、これならいけるな。いい感じに面が出ました。よかった。ここもパテやり直しとかだともう大変なことになってた。板金ダメじゃんっていうね。まあでもここはバッチリ。バックドアはトイレ見た感じ問題なさそうだったんで、一回外しちゃいます。さて、今度はちゃんと形が出たかな。パテ研いでいきます。研ぎ終了。疲れた。もうだいぶ手首が痛いです。結構な面積研いだもんね。リアフェンダー、ドア、あと屋根、バックドア。反対側のリアフェンダーは半分ぐらい研ぎ終わってます。それは手首痛くなるよね。腱鞘炎かな。まあとりあえず一通り研ぎは終わったので、これからサフェーサーを入れていきます。鉄板出てるところがね、何箇所かあったりするんで、このままにしておくとまた錆が出てきても嫌なので、一回サフェーサーで蓋をするような感じですね。どうやって貼ろうかな。
さすがにサフェーサー全部入れる予定はないんですけど、塗ってるのがそっち側に飛び散ったりするとね、せっかく研いだ面にかかっちゃうから、なんとなく養生しておきます。サフェーサー入れ終わりました。歪みも抜けたし、ドアとのつら具合もいい感じになりましたね。あとピラーのところ、ここもね、形良くなった。これだったら塗装しても問題ないレベル。屋根の歪みも大丈夫そう。あとは研いで塗装すればいい感じになると思います。それじゃあもう一回サフェーサー研ぎ入れます。よいしょ。もうさすがに面は出てると思うから、次は400番で研ぎでいいかな。ツルツル。よいしょ。ミラー研ぎ終了。はい、ということでサフェーサーの研ぎ終了。ツルッツルで綺麗な面が出ました。ドアとフェンダーの段差もいい感じ、散り具合もいい感じ。これで塗装すればかっこいい綺麗な車に仕上がると思います。今回作業したのは屋根、そしてバックドア、あとスポイラー、ミラーも研いだね。でこっち側のフェンダーとドアでしょ。反対側はカメラ回ってないところでさーっと作業進めてました。
同じ作業になっちゃうからね、こっちはカメラ回さずにサクサクっとこんな感じになっております。でね、やっぱりエクボとか拾い忘れてたとこあるね、ドアこんな感じでプライマー入れて、あれへこみどこだっけみたいなね感じでやってたと思うんですけど、これももう一回パテつけなきゃダメですね。でステップの部分もちょっと歪みひどいな。歪みというかパテの仕上げ、板金の仕上げが悪いって言った方がいいのかな。こんな感じになってるんで、ここももっと削り込んでパテ付け直しですね。サフェーサー入れる前はいい感じになってたと思ったんだけどな。やっぱパテが痩せるのかな。いや、単純に僕の腕がないせいかな。という感じで、車半分ぐらい研ぎ終わったのかな。まだ前側とかは全然手つかずなんですけど、とりあえず今回の動画ここで一旦一区切りつけたいと思います。フロントバンパーがね届いたんですよ。やっとバンパーが届いた。純正フロントバンパー。このバンパーを直していかなきゃいけないので、とりあえず今回の作業はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。動画見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。また次回お会いいたしましょう。バイ。